テスラはミニバンを作りません。でもこれ、ただの車の話ではありません。むしろテスラが何の会社になるのか、これを示しているとても重要なサインです。今日はこのテーマを通じてテスラの本当の戦略、これを整理していきたいと思います。おはようございます。ケンです。今回の動画では、なぜテスラはミニバンを作らないのか、代わりに何をやろうとしているのか、そしてそれがテスラに投資する投資家にとって何を意味するのか、この3点をできるだけ分かりやすく解説をしていきたいと思います。まず前提として、ミニバンの需要は確実にあります。家族向け、大人数の移動だったり実用性、特にアメリカや日本では一定の需要があるジャンルです。さらにテスラはこれまでモデル X というファミリー向けの車を持っていました。しかしモデル X は今段階的に終了に向かっています。普通に考えればその後継としてミニバンを出すのが自然です。でもテスラは違います。ここに違和感があるんです。実際にイーロン・マスクさんはミニバンよりずっとクールな車を開発していると発言しています。ただし同時に重要なことも言っています。それは今は新車の開発をかなり制限しているという点です。つまり何かしらの車は考えているんですけれども、優先順位はそこまで高くないということになります。ここが今回のポイントです。ではなぜテスラはミニバンを作らないのか。結論から言うと優先順位が変わっているからです。テスラは今、車よりも重要視しているものがあります。それが AI とロボットです。実際に見ていくとわかります。テスラはモデル S とモデル X の生産を終了し、その生産ラインをオプティマスのラインに変えようとしています。これはかなり大きな決断です。つまり車を減らしてロボットを増やすということです。ここから見えてくるのは、テスラの優先順位が完全に変わっているという事実です。では、そのオプティマスっていうのはどれくらい重要なのか。イーロン・マスクさんは将来的に年間100万台規模の生産を目指すとしています。もしこれが実現すれば、自動車とは全く別次元のビジネスになります。人間の労働を代替する存在、これが本格的に普及すれば、市場規模は車よりはるかに大きくなる可能性があります。つまりテスラは車を売る会社から労働を提供する会社へ変わろうとしている可能性があるんです。では、なぜそんな大きな挑戦ができるのか。ここで出てくるのが資金です。今、スペース X が最大750億ドル規模の IPO を準備していると報じられています。これが実現すれば、イーロン・マスクさんのエコシステム全体に巨大な資金が流れます。その資金は AI、ロボット、インフラに使われていくんじゃないかと思います。つまりテスラ単体ではなくってマスク経済圏と言われるイーロン・マスクさんの経済圏として動いているということじゃないかと思います。ただしここまでの話っていうのはあくまで予想で未来です。では現実は今どうなっているのか、ここも見ていく必要があります。テスラの欧州販売は13ヶ月続いていた減少が止まり、回復の兆しが出てきています。これはポジティブです。しかし一方で BYD など中国メーカーが急速にシェアを伸ばしています。つまり回復はしているんだけれども、競争は激化している。これが今の現実です。では今日の内容をまとめていきたいと思います。テスラはミニバンを作らないではなくって優先順位を変えています。車よりも AI とロボット、そしてそのための資金とインフラを整えています。ただし現実では EV 市場の競争はむしろ激しくなっています。つまり今のテスラは未来は AI、現実は EV、この2つの間にいる状態です。ではそういったことを踏まえて最後に一つ皆さん考えてみてください。もしテスラが本当にロボットと AI で成功した場合、今の車の会社という評価は大きく変わります。一方でその移行がうまくいかなければ EV 競争の中で厳しい状況になる可能性もあります。つまり今は非常に重要な分岐点にいると思いますけれども、あなたはどう思いますか？テスラは正しい方向に進んでいるのでしょうか？それとも車を
軽視しすぎているのでしょうか。ぜひあなたの意見っていうのをコメントで教えていただければと思います。はい、では最後にテスラの株価チェックしておきましょう。本日は昨日とあまり変わってはいませんけれども、少し上昇し、現在385ドルとなっております。はい、では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。通信です。今、株式会社 SI ソーラーさんと太陽光や蓄電池に関する情報発信を始めています。SI ソーラーさんの公式 YouTube チャンネルで行っています。もしこういったことが知りたいなどあれば教えてください。質問大歓迎です。その質問を SI ソーラーさんの方に送って、その回答を YouTube でお答えしていきたいと思っています。今は今年発売予定のパワーウォール3についていろいろと動画を作っていこうと思っていますけれども、パワーウォール3について何かご質問か、こういったことが知りたいとか、実際はどうなのとか、何か聞きたいことってありますか？もしあるんだったらこの動画のコメントで教えてください。その内容をSI ソーラーさんの方に送って動画化していきたいと思います。そしてパワーウォール3ですけれども、今年発売ですよね。なので今後ですね、パワーウォール3に関して SI ソーラーさんの方でも販売できますし、これからいろいろと情報っていうのもね、出していきますので、ぜひね、パワーウォール3に興味がある方、SI ソーラーさんの YouTube チャンネルの方をチェックされてみてください。すでに2本作っていますので、そちらもぜひご覧ください。YouTube のチャンネルのリンクは概要欄に記載していますので、そちらの方からご覧になられてみてください。本当今年ね、パワーウォール3いよいよ発売されますけれども、これがどれくらい売れるのか、実際問題、今テスラって結構売れてるじゃないですか。なのでテスラオーナーさんはやっぱり自分の家に蓄電池をこれからつけるってなったら、パワーウォールを選ぶと思うんですよね。そうなってくると、パワーウォール3は僕は個人的にめちゃくちゃ売れていくんじゃないかなと思っていますけれども、皆さん、もし今家に蓄電池をつけていないならば、パワーウォール3をつけたいと思いますか？そのあたりもコメントで教えていただければと思います。残念ながら我が家はパワーウォール2をつけていますので、パワーウォール3の予定はないんですけれども、パワーウォール3はね、かなりね、売れていくんじゃないかなと期待しています。そしてね、それを皮切りにテスラが逆にね、蓄電池からテスラを買うっていうパターンもね、あると思いますので、そういった流れもね、期待してみたいなと思います。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。